こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。先ほどメンバーシップ動画も更新しましたので、まだ見てない方はそちらも見てみてください。まず ETF 関連では、ハッシュデックスとフランクリン・テンプルトンのクリプトインデックス ETF が承認となっています。中身はビットコインとイーサリアムが8対2の割合になっている ETF となってますが、今後承認が得られればですね、ここに他のアルトも加わる可能性があるとのことで、界隈では注目されています。取引開始は1月以降と見られてますね。アルト ETF 単体での承認も注目されてますけども、今後 ETF にアルトが入れるのかにも注目ですね。あと昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でマイナス2億ドルの純流出となってます。週末のせいか各所公開がいつもより遅いですね。昨日も 6.7 億ドルの流出が話題になりましたけども、連続流入記録も15日でストップとなってます。ただイーサは現時点でプラスとなってます。前日がマイナスとなってるんで、連続流入記録も18日でストップとなってますね。イーサに関しては12月以降の流入量が多くなっているのが注目されてます。香港はビットコインがマイナス 15.89BTC、イーサがプラス1550イーサと、こちらもイーサの方が強くなってます。オンチェーンの方ではビットコインの長期保有者の売却が注目されています。上の青いグラフが長期保有者、下のピンクのグラフが短期保有者、真ん中の黄色いグラフが取引所のビットコイン残高になっています。長期保有者に関しては9月以降100万 BTC ほど保有が減ってまして、売りが強くなっています。先日今後ビットコインが上昇するにはですね、この長期保有者の売りを相殺できるほどの開発が必要になるという話を取り上げましたけども、直近では短期保有者の保有割合が増えてて、取引所の残高も減少傾向を継続と、個人的には上に期待できる要因はまだ残されているのかなと思いますけども、今後の動向に引き続き注目ですね。ビットコインの価格が現在97,500ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、米小売、米個人所得、米 PC でフレタ、米ミシガン大学消費者信頼感指数などがありました。米所得支出、米 PC でフレタはですね、予想以下の結果となってまして、また加藤大臣の口先介入の影響かですね、先日のドル高から一時的に円高となっています。米ドル、米金利は下落してまして、ドル円は一時155円台まで下落してますね。ただ今はまた上へ向かってます。米市場開場後は米株各指数反発となってまして、ビットコインも一時9万2000ドル台まで落ちますけども、その後9万7000ドル台回帰となってます。個別株の方ではテザーがランブルに 7.75 億ドルの投資を行ったことが話題になってます。ランブルの株価はアフターマーケットでプラス 43.53% となってますね。あとはメタプラネットが普通社債で新たに50億円調達を発表してます。これもビットコインの購入資金に充てられるとされてます。メタプラネットの X の投稿にマイケル・セーラーが反応しているのも印象的ですね。こちらも週明けどのように動くのか注目ですね。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 3.79%、額としては622億ドル相当、比率として全体ではショートが 52.3%、バイナス意味はロングが 58.3% と下寄りになっています。今後の指標としては12月23日に実質 GDP 第3四半期の確保値、12月24日に米コンパレンスボード消費者信頼感指数12月、米耐久財受注、12月25日に米新築住宅販売件数、米立地モデル電気製造業指数などが控えております。他各所の動きでは、マイケル・セーラー氏がトランプ氏のビットコイン準備金公約を支持していることや、FRB のタカ派的なスタンスの懸念があるもののですね、中国の経済危機がリスクオン資産に追い風になる可能性があるという見解などが注目されています。そしてオンラインチャン企画ですね。昨日の私の予想では ETF の流出から、以前までの強気ムードはなくなっているものの、指標が一旦落ち着くことと円安傾向が変わらないことを考えるとですね、落ちるにしてももう一回10万ドル試してもいいんじゃないかと。なので12月21日AM6 時時点のビットコインは、昨日の96,045ドルよりも上という予想でした。結果としては加藤大臣の口先介入で一時的な円高となってですね、ビットコインも一時9万2000ドル台まで下落しましたけども、米市場開場後はですね、米株各指数も反発、ビットコインも反発しまして、そして判定時刻の12月21日 AM6 時時点のビットコインは96,451ドルということで、昨日の96,045ドルよりも上なんだったりです。4連勝からの1負け、そしてその後当たるっていうのは、毎回続いてる気がしますけど、続いて本日は土曜なんで、次は来週の米市場平常日12月24日 AM6 時時点の予想ですね。もう年末ですけど、
落ちるにしてももう一回10万ドルのコバ行くと見て、最後の週ギリギリまで上がるのかなと思ったんで、週末また上がると見て上にします。なので12月24日 AM6 時点のビットコインは現在の 97,593 ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては12月24日0時に米コンファレンスボード消費者信頼感指数が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3488ドル、BTC 建ては 0.0357、先物の方では OI は全体でマイナス 4.5%、額としては242億ドル相当、比率としては全体ではショートが 50.1%、バイナスミはロングが 79.1% としたようになっています。ETF、BTC 建てともに回復しておりますね。ただ先日からお伝えしている通り、今年中の4000ドル抜けは難しいのかなと思うんで、ATH は来年以降になるのかなと思います。先ほど取り上げた今後 ETF にも流入があるのか注目ですね。あとその他の動向では、テザーの CEO アルドイーノ氏が AI プラットフォームを2025年の初めにリリースすると発表したことが注目されています。で、このテザーの AI プラットフォームの詳細は今のところ明らかになってないんですけども、一部では仮想通貨関連の AI プラットフォームなんじゃないかということで期待されているようですね。あと昨日暴落したミーム、ホークの運営が集団訴訟されて、そのホークを煽ってたヘイリー・ウェルチ氏が SNS の投稿をストップしている件を取り上げましたけども、そのヘイリー・ウェルチ氏が約2週間ぶりに X を更新しています。内容を見るとですね、私はこの状況を非常に深刻に受け止めており、ファン、影響を受けた投資家、そしてより広いコミュニティに伝えたいと考えていますと、私は影響を受けた個人を代表するホームチームに全面的に協力し、支援することを約束します。また真実を明らかにし、責任者に責任を負わせ、この問題を解決するのを手伝いますと、これに関連して損失を被った人は、バービック法律事務所にご連絡くださいと声明を出しています。仕事として受けた結果、とんでもないことになったみたいな表現になってますね。ポリマーケットではこのヘイリー・ウェルチ氏が12月20日に X を更新するかどうかの賭けも行われているのがちょっと面白かったですね。過去の FTX の大谷翔平氏、大坂なおみ氏もそうですけど、海外では著名人が広告となって訴訟されるのがセットになりつつあります。訴訟がどうなるのか、その後の進捗にも注目ですね。あとはコインデスクの編集長と副編集長と編集スタッフが解雇されたのも話題になってます。これ経緯が長いんですけど、簡単にまとめると、コインデスクがジャスティンさん氏が600万ドルのアート作品を購入した特集記事を書いて公開したそうなんですけど、それを見たジャスティンさん側が表現が気に入らないとして、記事の削除要請をしたと。で、そのことがコインデスクを買収したブリッシュからコインデスクの方に伝えられて、でそこでコインデスク側が削除を拒否したのかどうかは分かりませんけど、その後にコインデスクの3名が解雇されたようです。ただ関係性を見ると、コインデスクのカンファレンスの最大のスポンサーにトロンがついてたり、いろいろあるんですけど、他のメディアからしたら、今回の騒動はですね、ジャーナリズムに反するとして、結構大きな問題として取り上げられてますね。先日のラップド BTC の件もそうですけど、ジャスティンさん絡みの問題が多くなってきてる感じがあります。CZ とかね、上がどんどんいなくなって、ジャスティンが目立ってきてるのかなと思うんですけど、今回のバブルでどうなるのか、ジャスティンの今後にも注目ですね。あとアルト関連では、この市場が厳しい中、ハイパーリキッドが ATH を更新してます。昨日の下落相場の中でも強く反発しまして、現在では30ドル突破、再度 ATH 更新となってます。時価総額は21位ですね。億ドル銘柄から10億ドルになりつつありますけど、今後トップ10入りするのか注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。